この動画では字幕を表示してご視聴ください。東京フリー切符。皆さんはこの切符をご存知だろうか。日本の首都東京の中心部を鉄道やバスで自由に移動することができる切符である。このフリー切符で乗れる鉄道路線は次の3車局23路線、東京メトロ全線、都営交通局全線、そして JR 東日本の東京23区内の全路線である。総営業距離は 459.8km。 今回はこの距離を東京フリー切符1枚分で全線勘定できるか検証していく。はい、皆さんお久しぶりです。私は今吉祥寺駅に来ています。今回は東京フリー切符全線勘定チャレンジということで、ここ吉祥寺駅からスタートさせていきます。よろしくお願いいたします。ちなみに今回の旅は関東大手私鉄、準大手私鉄全線走破の旅の4日目も兼ねています。1日目から3日目までの間に東京メトロを除く全ての大手私鉄会社を勘定しました。残り東京メトロの攻略に際し、ただ東京メトロだけを回ってもつまらないので、東京フリー切符全線走破の旅にボリュームアップしていきます。なお、その1日目から3日目までの様子についてはすでに動画をアップしていますので、気になる方は本動画をご覧になる前にぜひご視聴ください。はい、ということでまず最初に使う切符はこれです。東京フリー切符じゃないんかいって思うかもしれませんが、ここから吉祥寺からですね西荻窪の間はですね東京フリー切符対象外になりますので、フリー切符の他に別途こちらの140円切符が必要になります。こいつをまずは入れていきたいと思います。はい、入りました。さあ、一応入ることはできました。これで、改札ね、次出るときにこの切符と東京フリー切符を一緒に見せて降りるということが必要になります。さあ、まずは改札を上がっていきましょう。出発は4番線ですね。さあ、最初に乗車するのは中央線です。吉祥寺駅を2022年1月9日0時ちょうどに発車する快速の東京行きです。なんと今回の旅は地震、分震、秒針すべてがてっぺんを回った瞬間からスタートします。この時点でこの旅のヤバさが伝わるのではないでしょうか。さあ、扉が閉まりました。吉祥寺駅を出発します。さて、東京駅に到着するまでの間にチャレンジ旅をする上でのルールを説明します。ルールは全部で5つです。まずルール1、挑戦日、スタート、ゴールの設定は自由です。今回は2022年1月9日日曜日にチャレンジをしています。またスタートは吉祥寺駅です。なぜ制覇区間の対象外の吉祥寺駅からスタートさせるのかというと、前日1月8日が土曜日のため、現在乗車している快速列車は西荻窪駅を通過するからです。さて、西荻窪駅を通過しました。いよいよ東京フリー切符勘定チャレンジスタートです。ちなみに有効日が1月9日の東京フリー切符と吉祥寺駅から西荻窪駅までの乗車券を使用して、吉祥寺駅0時ちょうど発の東京行き快速電車に乗れるのかという疑問が浮かぶかと思います。これについては事前に JR 東日本に問い合わせをしました。結論、問題ないということです。有効期限が午前0時0分からである点は青春18切符と同じですね。このルールを用いてムーンライトながらを小田原から乗車し、西へ向かった人も多いでしょう。なお、東京メトロと都営交通局は始発から終電までが有効期限となっています。ルール2、途中で制覇対象以外の移動方法を用いるのをありとします。今回の旅で言えば大手私鉄路線などの他車線を用いても良いということです。また鉄道以外の移動方法も使用可能です。バスやタクシーはもちろん使用可能です。
ルール3、途中で有料列車や有料座席に乗車するのをありとします。特急列車はもちろん、JR の近郊型電車に連結されているグリーン車も乗車可能です。ルール4、貨物船など定期旅客列車が走行していない区間は達成条件から除外します。東京23区内には貨物列車のみが走行する区間がいくつかありますが、それらは全て対象外です。最後にルール5、全線走破における各区間の達成条件は、ある駅構内から別の駅構内に移動することとします。言い換えると、A 駅から B 駅の間を走破する際、A 駅の構内から B 駅の構内まで移動したときに、その区間を走破したということにします。たとえ A 駅または B 駅が通過線などを保有していて、列車がホームと接していない線路を通ったとしても、列車がその駅の構内を通っていれば、列車がその駅を通ったとみなします。また、どこからどこまでが駅構内か判定がしにくいケースについては、各会社が定める運賃計算上の経路をもとに各区間の達成基準を定めることとします。今回は東京の中心部を舞台にしてチャレンジします。このルールの適用方法も複雑回帰となっていますので、判定が難しいところについては都度説明をしていきたいと思います。というわけで、以上、全線環状チャレンジのルール説明でした。さて、チャレンジ旅のルール説明をしている間に、終点の東京駅に到着です。東京駅到着をもって中央線の全線環状を達成しました。24路線ある今回の制覇対象路線のうち、記念すべき最初の環状路線です。さあ、東京駅に到着した段階ですでに0時30分となっていますが、まだここで一泊はしません。次に乗車するのは京浜東北線です。これで実質東海道本線の攻略を行います。東京駅の発車時刻は0時33分になります。次は終点蒲田です。というわけで、品川駅で山手線と分かれて終点の蒲田駅に間もなく到着します。0時55分、蒲田駅に無事到着しました。これで東海道本線の東京駅から蒲田駅までを乗り潰しました。これで残る区間は品川駅から西大井駅までとなります。そしてここで駅の営業が終了してしまうので、ここ蒲田駅で一旦改札の外に出ます。すみません、吉祥寺から乗ってきたんですけど、これで降りたいんです。いいですか？はい、蒲田に到着しました。1月8日営業日分の、列車が全て終了しました。まだスタートしてから2本目ですけどね。ということなので、明日って言ってももう今日なんですけど、1月9日初電に向けて、一旦宿で体を休めたいと思います。じゃあ宿に行きましょうか。おはようございます。1月9日、時刻は4時10分です。3日目とは違い、4日目は無事に起きることができました。3日目で寝坊してしまったので、その反省を生かしました。ここ蒲田駅から始発の電車に乗っていきたいと思います。はい、ということで、今度こそこの東京フリー切符で乗っていきたいと思います。1月9日当日限り有効の東京フリー切符、前日に購入してあります。それでは行きましょう。改札に切符を投入。記念すべき1回目。これから何度も改札をこのように通過することになります。傷つけないように大切にしましょう。さあ、まずは3、4番線ホームに降ります。こちらが初電の列車です。すでに4番線に停車していました。蒲田駅を4時22分に発車する普通列車の大宮行きです。この列車でまずは来た道を戻ります。さあ、蒲田駅を出発。
夜がまだ明けていない真っ暗な中、東京フリー切符本格攻略のスタートです。さあ、品川駅に到着です。ここで山手線に乗り換え可能ですが、下車しません。次は高輪ゲートウェイ駅です。2020年に開業した山手線京浜東北線の新駅です。東京ご乗車ありがとうございます。東京駅に戻ってきました。東海道本線はここで終了。ここからは東北本線に入ります。次は赤羽。お出口は右側です。宇都宮線、高崎線と埼京線はお乗り換えです。さあ、東京駅からかなり飛びまして赤羽駅までやってきました。午前5時10分、定刻で到着。これで東北本線の京浜東北線に相当する分は走破しました。そしてここ赤羽駅での乗り換えが第一関門。次の路線は宇都宮線か埼京線かと思ったら改札を出てしまいました。一体どこへ行くんや。改札を出たということで大体察しはついているかと思いますが、向かっているのは東京メトロ南北線の赤羽岩淵駅です。赤羽岩淵駅は赤羽駅から徒歩圏内にありますが、とはいえめちゃくちゃ近いというわけではありません。距離は750メートル。乗り換え時間はわずか6分です。次の電車は5時16分に発車します。1月の冬空の下、一人の男が猛ダッシュ。なんて厳しい工程だ。さあ、赤羽岩淵駅の入り口に到着。ホームまではまだもう少しあります。改札を通過。そして階段を降りた先が南北線のホームです。何やら電車の音が聞こえます。嫌な予感。電車はいない。もしかして行っちゃった？まもなく2番線に東急目黒線直通各駅停車日吉行きが参ります。黄色いブロックの内側でお待ちください。はい、ということで間に合いました。まだ電車が来ていなかったんですね。スクリーンタイプの大きなホームドアの先に電車がやってきました。赤羽岩淵駅を5時16分に発車する各駅停車の日吉行きです。無事に乗り込むことができました。赤羽駅乗り換えの大激闘に勝利したことを盛大に祝いたいところですが、車内にはそんな雰囲気は全くありません。静かです。ともかくこの電車で南北線を攻略します。南北線は全区間が地下区間を走行します。赤羽岩淵駅から30分ほど乗り続けると白金高輪駅に到着します。ここで都営三田線と合流し、目黒駅まで線路を共用します。駅名標を撮影。そして間もなく東京メトロ南北線の起点目黒駅に到着します。目黒駅に無事到着しました。駅名標をしっかり撮影。これで東京メトロの路線の中で最初の路線南北線を全線完乗しました。次に乗る路線は都営三田線です。先ほども申し上げた通り、目黒駅から白金高輪駅までは三田線と南北線が線路を共用しています。そのためホーム反対側へ移るだけで次に攻略する三田線の列車に乗ることができます。乗り換え時間は5分あるので乗り継ぎは余裕。目黒駅を6時ちょうどに発車する三田線各駅停車の西高島平行きです。休日の6時はもちろん人は少ないです。さあ、目黒駅から数分で白金高輪駅に戻ってきました。白金高輪駅からは
南北線との共用区間から分かれ、単独路線へと分岐していきます。都営三田線も南北線と同様に地下鉄です。白金高輪駅からもしばらくは景色を楽しめません。しかし志村坂上駅を出ると地上へと上がってきます。地上に出るとすでに夜が明けていました。ちなみにここから終点の西高島平駅までは高架区間を走行します。地上に出て1駅目、志村三丁目駅に到着です。志村坂上駅からさらに10分ほどで終点の西高島平駅に到着します。終点の西高島平駅に到着。これで都営三田線を全線環状しました。都営交通局の路線の中で最初の制覇路線です。西高島平駅には三田線から乗り換える路線はないので、同じ列車で来た道を戻ります。西高島平駅を6時59分に発車する各駅停車の日吉行きです。朝の空の青とオレンジのコントラストが美しいです。列車は高島平駅を発車しました。高島平駅を出ると4本ある線路のうち内側の2本の線路の高さが下がっていきました。進行方向左側を見ると線路がたくさん広がっていることがわかります。こちらは志村車両研修場という都営三田線の車両基地です。さあ、車両基地を見送って地下区間へ、そして間もなく巣鴨駅に到着します。都営三田線で来た道を戻るのはここまで。7時22分帝国で到着。ここで下車し別の路線に乗り換えます。さて、ここ巣鴨駅での乗り換え時間も短め。都営三田線から JR 山手線に乗り換えるのですが、乗り換え時間は3分しかありません。急ぎます。 JR の改札口に到着。改札を通過します。1番線ドアが閉まります。ご注意ください。階段を降りるとホームドアの閉まる音が。出て行ったのは外回り線の列車。 OK。 目的の列車は内側線の列車なので問題ありません。巣鴨駅を7時25分に発車する JR 山手線内回り列車に乗車します。次は池袋、お出口は左側です。巣鴨駅から5分、池袋駅で下車しました。ここで次の列車に乗り換えます。ここでの乗り換え時間も短め。7時30分に到着して7時32分発の列車に乗車します。隣のホーム7、8番線ホームにつながる階段を駆け上がります。さあ、乗り換え時間が2分しかないのでもう電車が来ているはずなのですが、電車が来てない。遅れてる。山手線外回り列車がやってきました。7時32分に池袋駅を発車する予定だったのですが、1分遅れて7時33分にやってきました。これはまずい。次の乗り換えもかなり厳しいんだけどな。さあ、巣鴨駅に戻ってきました。巣鴨駅と池袋駅を反復横跳び。そして巣鴨駅からさらに2駅進んで田端駅に到着です。これで山手線を田端駅から池袋駅まで攻略しました。ここからは東北本線区間に入ります。次は西日暮里、お出口は左側です。さあ、下車したのは西日暮里駅です。ここで別の路線に乗り換えます。階段を降りて別の路線へ。ってこっちで合ってるんだっけ？違う、改札を抜けないといけないんだから。西日暮里駅の改札を通過。駅の外にやってきました。次に乗る予定の路線の高架橋が見えます。駅はもう歩道橋を渡った先ってまずい。乗る予定の列車がもう駅に来てるじゃないか。間に合うのか？次に乗るのは日暮里舎人ライナーです。
改札を通過。ホームに上がると列車はいない。完全にいなくなっている。乗り換え失敗。山手線が1分遅れている時にうすうす乗り換えできないのではないかと思っておりましたが、案の定無理でした。というよりも、もともと西日暮里駅で山手線から日暮里舎人ライナーへ3分で乗り換えようというのが無理筋だったのかも。乗り換え失敗して良かったのかもしれません。とりあえず乗り換えが失敗した時にやることはただ一つですね。工程の練り直し。諦めたらそこで試合終了ですから。というわけで電車内で移動しながら工程を考え直します。やってきたのは西日暮里駅を7時51分に発車する見沼台親水公園行きです。日暮里舎人ライナーはゴムタイヤで走行する新交通システムです。全区間高架橋、非常に見晴らしが良いです。しばらくすると大河川荒川を横断します。今日は快晴なので非常に綺麗に見えました。また進行方向左後方をズームアップすると富士山も見ることができました。ラッキーですね。チャレンジ旅の方はすでに1回乗り換え失敗してるのでアンラッキーですけど、列車は舎人公園に到着です。舎人公園を出ると2本ある本線の真ん中から車庫線が分岐していきます。日暮里舎人ライナーの車両基地は今見えている舎人公園の真下、地下にあります。まもなく終点の見沼台親水公園駅。さすがに終点に来るとガラガラです。列車は無事に見沼台親水公園駅まで来ました。ここより北はすぐに埼玉県になります。見沼台親水公園駅の駅名表を撮影します。さあ、同じ列車で来た道を戻りつつ、未乗区間である西日暮里駅から日暮里駅の攻略を目指します。扉が閉まり、8時11分、定刻で発車しました。西日暮里駅まで戻ってきました。ここから日暮里駅までが日暮里舎人ライナーとしては未乗区間となります。日暮里駅に近づくと高い建物がたくさん建っています。日暮里駅の手前で右に急カーブ。側面の窓からその急カーブを確認することができます。そして日暮里駅に無事到着。これで都営交通局日暮里舎人ライナーを全線完乗しました。東京フリー切符対象路線23路線中4路線を制覇です。さて、ここ日暮里駅での乗り換えも短め。次の列車まで5分しかありません。日暮里舎人ライナーの改札を抜けたら、次は JR 線の改札を通ります。そして3、4番線ホームへ。ホームに列車はいませんでした。まだ日暮里駅に到着していないようです。さあ、せっかくの入線シーンなのに撮影ミスで途中からとなってしまいました。日暮里駅を8時37分に発車する常磐線快速の成田行きです。常磐線で三河島駅を過ぎると貨物線と合流します。進行方向右側で分岐。この先は隅田川駅という貨物駅につながっています。さあ、列車から下車しました。北千住駅です。快速列車は北千住駅を出ると、次は東京都外の松戸駅に停車するため下車する必要があります。地上から階段を降りて一気に地下へ。北千住駅の千代田線ホームに無事到着しました。ホームに止まっているのは代々木上原方面の列車。この列車は目的の列車ではありません。ホームで待っていると次にやってきたのは綾瀬我孫子方面の列車です。北千住駅を8時47分に発車する JR 常磐線直通各駅停車の我孫子行きです。この電車が先に来たので早速乗車。し
しかし、ここで工程を見て気づく。先に北綾瀬に行った方が早く攻略できるんじゃね？というわけで次の綾瀬駅で下車してしまいました。この列車とはここでお別れ。まあ E233 系に乗れたということでよしとしましょう。常磐線直通を見送って次にやってきた列車。この列車は北綾瀬駅直通になります。ドアが閉まりました。この列車で先に綾瀬駅から北綾瀬駅を攻略します。列車は8時56分定刻で出発です。綾瀬駅を出るとシーサスクロッシングで転線していきます。そして転線が終わると左へ急カーブ。常磐観光線をアンダーパスします。急カーブが終わる頃には進路を北に取っています。今走っている綾瀬北綾瀬間ですが、千代田線の支線になります。千代田線の車両基地である綾瀬車両基地への引き上げ線で旅客輸送を行うため、北綾瀬駅が設置されました。輸送需要の予測から開業当初は3両編成が運転されていましたが、現在は10両編成での運転もあり、さらに北千住代々木上原方面への直通運転列車も存在します。さあ終点の北綾瀬駅に到着。列車のご尊顔を撮影。そして折り返し同じ列車で綾瀬駅に戻りましょう。北綾瀬駅を9時4分に発車する電車で綾瀬駅に戻っていきます。綾瀬駅に到着。扉が開きで反対側が開くんかい。ということは階段を上り下りしないといけないのか。面倒くさいな。階段を急ぎ足で上り下りしてぜいはぜいは息を切らしていますが、無事に乗り継ぎに成功しました。綾瀬駅を9時11分に発車する列車で今度こそ常磐観光線を攻略します。さあ綾瀬駅を発車。先ほどはシーサスクロッシングをゆっくり通過してましたが、今度は直進方向へ勢いよく飛び出していきます。千代田線をオーバーパスすると常磐線の福々線の一番左側を突き進みます。常磐線をしばらく進むと上り急行線が線路をオーバーパスします。そしてアンダーパスした線路は常磐線の急行線に合流。あれは総武本線の小岩駅につながる新金貨物線です。新金貨物線と合流したら観光線側はすぐに金町駅に到着します。ここが常磐線内で最後の東京都内の駅となります。東京フリー切符の有効区間も金町駅までなので当然ここで下車。これで常磐線を全線制覇しました。東京フリー切符対象路線23路線中5路線クリアです。ここ金町駅までお世話になった車両が発車していきます。そしてすぐに反対側からの列車の到着アナウンスが鳴りました。乗り換え時間は2分。とはいえ到着番線からホームを挟んで反対側に列車がやってくるので乗り換えは余裕です。金町駅を9時18分に発車する千代田線小田急線直通の向ヶ丘遊園行きです。金町駅から常磐線を戻っていき綾瀬駅を過ぎました。荒川を横断しています。そしてしばらくすると列車は地下に潜っていきました。列車は北千住駅に到着です。千代田線内は代々木上原駅の手前までずっと地下区間なので、ここで列車の運行情報を確認します。すると何やら不安を煽る文字が並んでいるではありませんか。運転見合わせだと、新川崎駅で車両故障により運転見合わせ、そして埼京線が赤羽駅で人身事故のため運転見合わせとのこと。これはいけませんね。今回の旅は基本的に乗り換えがタイトで、かつすでに工程が狂ってますから、とりあえず再起不能になるまでは頑張りたいと思います。さあ列車の運行情報を気にしているうちに列車が再び地上へと上がってきました。上を見上げると前回3日目にお世話になった GSE の姿が。10時ちょうど発の列車でしょうね。いいタイミングでした。相変わらずかっこいい。
列車は無事に代々木上原駅に到着。これで東京メトロ千代田線を全線攻略しました。東京フリー切符対象路線23路線中6路線制覇です。そして改札を一旦抜けます。さらに IC で再び入場。次はほんの少しですが小田急線を利用します。目的の列車には無事に乗れそうです。やってきました。代々木上原駅を10時8分に発車する各駅停車の新宿行きです。代々木上原駅を出ると次は代々木八幡駅に停まります。代々木八幡駅は小田急小田原線の複々線化工事に合わせて改良工事が行われました。戦前から当駅は相対式の2面2線の駅でしたが、改良工事により1面2線の島式ホームに変更となり、10両編成の列車も停車できるようになりました。さあ、代々木上原駅からわずか7分で終点の新宿駅に到着です。ここでの乗り換えが超重要。西日暮里駅で失敗した乗り継ぎミスを清算しにかかります。次の列車との乗り換え時間は5分。まずは改札を通過します。少し手こずりましたが問題なく通過。階段を駆け下りていきます。頼む、間に合ってくれ。さあ、もう一回改札を通過。今度はフリー切符で入場します。このピンクの看板でもう何に乗るかわかるでしょう。そうです、新線新宿駅から乗車します。列車はいない。行っちゃった？大丈夫です、問題ありません。まだ電車が来ていないだけでした。電光掲示板には目的の列車がしっかりと表示されています。さあ、列車がやってきました。2022年3月のダイヤ改正で大幅に数が減ってしまいましたが、挑戦日である2022年1月では20分に1本運行されていました。新宿駅を10時20分に発車する急行の本八幡行きです。この列車に無事に乗れたことで計画時の工程まで戻すことができました。千代田線常磐線系統で先に北綾瀬駅を攻略したのは正解でしたね。この列車がこの旅の峠となる列車の一つで、絶対に乗り遅れるわけにはいかない列車でした。さあ、大島駅を過ぎると列車は地上へと上がってきます。都営新宿線には高架区間が存在します。本日5度目の荒川横断。今日はあと何回横断するでしょうか。まもなく終点の本八幡駅に到着します。終点の本八幡駅に無事到着。乗り換えに余裕があるので駅名標をしっかり撮影。これで都営新宿線を全線制覇。東京フリー切符対象路線23路線中7路線制覇です。本八幡駅からは JR 線を利用します。ホームに上がってきました。と同時に目的の列車が到着です。本八幡駅を10時55分に発車する中央総武各駅停車の津田沼行きです。中央総武各駅停車を千葉方面に2駅進んで下車。西船橋駅です。西船橋駅から地下鉄線に乗ります。といっても西船橋駅からしばらくは高架区間を走行するんですけどね。乗り換え時間は9分。余裕の行軍です。西船橋駅の6番線から都心方面に列車が発車。この列車は各駅停車なので、この後途中の駅で追い越す予定です。各駅停車が発車してから数分待って目的の列車がやってきました。西船橋駅を11時9分に発車する東京メトロ東西線の快速中野行きです。西船橋駅を出ると左へカーブし JR の総武本線と分かれます。江戸川を横断。東京メトロ東西線の場合はまだ千葉県です。そして深川県釈の車庫線と合流。妙典駅を通過します。しばらくすると快速列車の最初の停車駅浦安駅に到着です。ここが東西線の快速区間の中で唯一快速が停車する駅です。浦安駅を出るとすぐに葛西駅を通過します。こ
ここは通過線を備えた2面4線の駅で、各駅停車の追い越しが可能です。先ほどのオレンジ色の各駅停車を追い越しました。そしてまた荒川を通過。今日で6度目です。東京メトロ東西線の場合はかなり下流の方で横断するので、横断距離が長いです。荒川を過ぎるとすぐに地下へと潜っていきます。ここから中野駅の手前までは地下区間です。勾配を降りた先には南砂町駅。この駅は大規模な改良工事が行われており、進行方向左側にホームを増設して2面3線に増強される予定です。南砂町駅を出てしばらくすると進行方向左側から線路が合流してきます。深川車両基地につながる車庫線です。さらに進むと東陽町駅です。ここは快速の停車駅です。また他路線への乗り換えがない東京メトロ単独の駅の中で最も乗降人員が多い駅です。列車は九段下駅を発車しました。ここから飯田橋駅までの間で列車の本数を増やすための改良工事が行われています。車内からその様子を確認しようとしましたが、あまり大きく進捗している印象はありません。さあ地上に上がってきました。 JR 線と直通運転するため線路が終点の中野駅の手前で地下から浮上してきます。終点の中野駅に無事定刻で到着。これで東京フリー切符対象路線23路線中8路線完乗しました。さて中野駅での乗り換え時間ですが2分しかありません。1、2番線ホームへの階段を上ります。階段を上るとすでに列車が到着していました。中野駅を10時55分に発車する中央線普通列車の三鷹行きです。乗り換え時間が2分しかない割に電光掲示板を撮影する余裕があるくらいゆったり乗り換えができました。中野駅から3駅荻窪駅に到着しました。ここで列車を下車し別の列車に乗り換えます。次に攻略する路線は東京メトロ丸の内線です。荻窪側から攻略します。荻窪駅を12時9分に発車する普通列車の池袋行きです。荻窪駅を定刻で発車。次の乗り換えを考慮して最後尾車両に乗車します。列車の運行情報を確認。東葉高速線で人身事故があった模様。東葉高速線ってさっき乗ってきた東京メトロ東西線と直通運転してる路線じゃないか。ちょっとでも訪れるのが遅かったら巻き込まれてました。神回避です。荻窪駅から10分ほどで中野坂上駅に到着します。さあ駅に到着したら素早く階段を駆け下ります。一番人が少ないコンコースを前日に下見しておいてドア前で構えてからスタート。中野坂上駅での乗り換え時間はなんとわずか1分。コンコースを上がるとすでに列車が停車していました。そして発車ベルが鳴ります。どうやら乗り継ぎ成功のようです。池袋から直通の方南町行きに乗車します。そしてわずか6分で終点の方南町駅に到着しました。これで丸の内線の方南町支線の攻略完了です。方南町駅に到着したら同じ列車で来た道を戻りつつ中野坂上駅から池袋方面の攻略を行います。わずか3分で折り返し方南町駅を12時29分に発車する池袋行きです。同じ列車に乗り直します。方南町駅をせわしなく去ります。中野坂上駅に戻ってきました。ここから新宿池袋方面が2乗区間となります。列車はしばらくして四ツ谷駅に到着しました。ここ四ツ谷駅では丸の内線は高架部分に到着します。しかも高さは JR 中央線より上にあります。丸の内線は路線の歴史が古いためその分線路が地上より浅く場所によっては地上に顔を出す区間があります。まもなく池袋終点です。
方南町駅から47分乗り続けて池袋駅到着です。ここからまた乗り換え時間が少ないため急ぎます。改札を通過。これで東京メトロ丸の内線を全線環状。東京フリー切符対象路線23路線中9路線制覇です。池袋駅には人がいっぱい。なるべく人が少ないところを通っていきます。東京メトロの改札を抜けたらまた東京メトロの改札口。階段を降ります。階段を下った先にはすでに列車が到着していました。次は東京メトロ有楽町線に乗車します。池袋駅を13時20分に発車する各駅停車の和光市行きです。そして小竹向原駅に到着です。ここで東京メトロ副都心線と合流します。と電車を待っていたら反対側に来たのはFライナーの森林公園行きではありませんか。これは絶対に乗るべきでしょう。小竹向原駅を13時28分に発車します。この電車で先を急ぎます。小竹向原駅を出て地下鉄成増駅を過ぎると列車は地上に上がってきます。昼過ぎの都心の街並みは非常に綺麗。反対側を見ると線路が3本並んでいるのがわかります。手前の1本は副都心線、奥の2本は東武東上線です。地下鉄線が地上に上がってきたのは奥の東武東上線と合流するためですね。列車は和光市駅に到着。ここで地下鉄線は終わり、したがって当然下車します。階段を降りて反対側のホームに上がってくると、幸運にも新木場行きの各駅停車に乗ることができました。これはラッキー。和光市駅で1分乗り換え成功です。計画した時よりも早く小竹向原駅に到着。反対側に停車しているのは小竹向原駅を13時52分に発車する副都心線 F ライナーの元町中華街行きです。めちゃくちゃスムーズな乗り継ぎ。早く進めば進むほど全線制覇の可能性が高まりますので嬉しい限りです。池袋駅の手前で一旦停車。詰まっているのかな。でもすぐに再出発。各駅停車と急行の2種類が走っている路線ですので列車が詰まるのはよくあることです。そして列車は地上へと戻ってきました。ということは渋谷駅を越えて代官山駅まで来たということですね。副都心線は全線攻略完了しました。東京フリー切符対象路線23路線中10路線制覇です。東急東横線を利用し渋谷駅からさらに進んで中目黒駅に到着です。ここからまた攻略路線が伸びているので下車します。まずは改札に向かいます。東急東横線の渋谷駅から中目黒駅までの間はフリー切符対象外ですからね。すいません、東京フリー切符で和光市から渋谷東急東横線で来ちゃったんで、生産をしてほしいなと思ってるんですけど、渋谷から中目黒の間。これはですか、どちらから渋谷からのですか。和光市から乗ってきたので、副都心線と、東急東横線、なんで、渋谷から中目黒の間の生産できますかね。でご利用された区間が和光市から直通の電車そうです。和光市から副都心線と東急東横線。そしたら、渋谷から中目黒の分の126円130円だけいただきます。お支払い方法は IC で IC カードで、はい、ではこちらに置いてください。はい、お待たせいたしました。では生産以上となります。すいません、ありがとうございます。というわけで生産終了。即座に東京フリー切符で改札を通過します。階段を上がって3、4番線ホームに来るとちょうどよく14時17分発が発車していきました。生産の手続きで手間取って行っちゃいましたね。まあ日比谷線5分間隔で来るんで次の電車乗っていきましょう。まだ大丈夫です。まだ予定よりも早く移動できてます。というわけで多少アドバンテージを消化してしまいましたが、まあ仕方ないでしょう。中目黒駅を14時22分に発車する東京メトロ日比谷線各駅停車の東武動物公園行きです。さあ中目黒駅を発車。横浜高速鉄道の Y500 系と相対。
日比谷線の列車と横浜高速鉄道の列車の相対は中目黒駅だけの光景です。列車は中目黒駅を出るとすぐに地下に潜ります。中目黒駅で潜って40分はずっと地下なので、一気にカット、地上に上がってきました。地上に上がってすぐ南千住駅に到着します。南千住駅発車後は隅田川を横断、そして北千住駅に到着しました。ここで東京メトロ日比谷線は終わりです。東京フリー切符対象路線24路線中11路線制覇です。乗ってきた列車は東武動物公園行きですが、東武線には用がないので下車します。階段を上り下りして次の列車に向かいましょう。次の列車へは乗り換え時間4分。余裕を持って間に合いました。また日比谷線に乗車します。北千住駅を15時11分に発車する各駅停車の中目黒行きで来た道を戻ります。そして下車したのは三ノ輪駅です。この駅で乗り換え可能な路線があります。改札を通過。一旦改札の外に出ます。横断歩道を渡りたいのですが、信号は赤。横断歩道を渡ったら次の駅に向かって駆け足で急ぎます。三ノ輪駅から目的地までは少し離れています。にもかかわらず乗り換え時間はわずか。ここでも激走します。さあ、大通りを外れて細道に入ります。そして左に曲がった先、駅があります。こんなひっそりとした場所に駅があります。もうお分かりかと思いますが、次は都電荒川線、東京桜トラムに乗車します。電光掲示板によると、もうすぐ列車がやってくるようです。降車専用の停留所にすでに列車が停車していますね。さあ、電車がやってきました。クラシックデザインの趣ある電車です。前面をしっかり撮影します。前面展望を覗ける座席を確保。楽しんでいきましょう。扉が閉まりました。都電荒川線の攻略開始です。まったりゆったりスタートしていきます。都電荒川線は路面電車です。車内案内機器はバスに搭載されているものとほぼ同じです。列車は制限速度25キロの厳しいカーブを抜けていきます。列車は熊野前停留所に到着。ここで日暮里舎人ライナーと乗り換え可能です。さらに先を進みます。路面電車なので道路の真ん中を走行します。列車は次に荒川車庫前停留所に到着しました。名前の通りここに車庫があります。右手にあるのは荒川営業所という都電荒川線の運行の拠点があります。電車は当駅でしばらく停車。15時47分発車だそうです。さあ、列車が発車。都電荒川線の車両基地とお別れします。荒川車庫の次は王子駅。目の前の高架橋は東北新幹線です。路面電車はその真下を進みます。王子駅前停留所に到着。ここで京浜東北線と乗り換えできます。王子駅を出るとすぐに左へ直角カーブします。さあ、鉄道用信号が開通しました。ゆっくりと左へカーブ。そして JR 線をアンダーパス。迫力がすごいです。電車は車道と区別されていないところを通ります。都電荒川線で電車と車が同じところを走行できるのはこの区間だけです。電車の目の前に車が止まっています。信号が青になると列車は車の後追いをしながら進んでいきます。鉄道用の信号は進行を減示していますが、手前で停車。原因はこの救急車のようです。救急車をパスしたら電車は右へ急カーブして併用区間を抜けます。専用軌道に移行したらすぐに飛鳥山停留所に到着です。飛鳥山停留所を抜けてしばらくすると
高架を走る山手線の E235 系が見えました。はい、大塚駅前です。JAL 山手線はお乗り換えです。大塚駅前です。大塚駅を訪れるのは今日3回目です。ここから多数の利用者が乗車してきました。車内はかなりの混雑です。そんな混雑した状況で大塚駅前停留所を発車。駅前を急カーブで抜けていきます。大塚駅を出ると都電荒川線の終点も近いです。高い建物が多く日陰ができやすいため雪が残っています。東池袋4丁目停留所に到着です。ここで東京メトロ有楽町線に乗り換え可能です。電車はしばらくすると軌道が工事桁の上にある区間に突入します。大規模な工事が行われていることがわかるかと思いますが、これは環状第5号線の工事だそうです。直下を走る東京メトロ副都心線と都電荒川線の間に建設されています。完成すると大正から令和まで4つの時代の都市計画が3階建てで完成することになります。電車は岸母神前停留所に到着です。終点まであと少しです。さあ神田川を横断して新目白通り都道8号線までやってきました。ここで電車は左へ直角カーブ、新目白通りの上下線の間を走行します。そして終点の早稲田停留所です。はい、ご乗車ありがとうございました。早稲田終点です。まずお乗りをお願いします。早稲田終点です。終点の早稲田停留所に無事到着。車両をバッチリ撮影。箕輪橋停留所から1時間ほど乗り続けて、ようやく都電荒川線を環状しました。これで東京フリー切符対象路線23路線中12路線制覇です。さて、早稲田停留所に到着したら、次は徒歩移動する予定でしたが、予定より早く進んでいるので、ここは同じ列車で来た道を戻ります。早稲田停留所の発車時刻は16時25分です。早稲田停留場から3つ戻って岸母神前停留場です。ここで青のクラシックデザインの電車ともお別れ。大変お世話になりました。さあ電車を見送ったら近くの踏切を渡ります。そして線路脇を移動。乗り換え時間に余裕があるわけではないので少し駆け足で移動します。そして到着したのは東京メトロ副都心線の雑司ヶ谷駅です。地下深くへ潜って改札に到着。約1時間ぶりに切符を改札に通します。地下からものすごい風が吹いていますね。地下ホームに降り立つとちょうどよく急行列車が通過。そりゃあ風が強く吹くわけだ。さあ次の列車は雑司ヶ谷駅に停車する列車です。雑司ヶ谷駅を16時38分に発車する各駅停車の和光市行きです。ここで和光市駅から予定より早く移動して生まれたアドバンテージを全て吐き出し、計画時の工程に戻ります。雑司ヶ谷駅から1駅、池袋駅に到着しました。ここで下車します。3回目の池袋駅ですが、またしても乗り換え時間は短めです。で、その乗り換え時間はわずか5分。地下深くの副都心線から上がらないといけないので距離があります。改札に到着。この改札までの距離も長い。改札を抜けたら大量の人。果たして乗り換えできるか？目的の改札を見つけました。次に乗るのは JR 線です。ホームへ上がる階段を上ります。階段を上ると、すでに列車が停車していた。乗り込みます。結構余裕を持って乗れましたね。まだ発車ベルは鳴っていません。池袋駅を16時46分に発車する普通列車の大宮行きに乗車します。旅客案内状は埼京線と案内されますが、正式な路線名称は赤羽線と言います。埼京線という呼び方は運行系統上の呼び方になります。池
池袋駅を無事発車。発車後すぐに湘南新宿ラインの電車と行き違います。そして進行方向右側で線路が広がっていきます。東京総合車両センター池袋発出所です。車両基地には成田エクスプレス E259 系が止まっています。池袋駅を出て2駅先、十条駅に到着です。この駅の周辺では連続立体交差事業による高架化が計画されています。そして列車は赤羽駅に到着です。これで JR 赤羽線を全線走破。東京フリー切符対象路線23路線中13路線クリアです。ここからは東北本線に入ります。京浜東北線や宇都宮線では赤羽駅を出ると埼玉県に入ってしまいますが、埼京線はもう少し北へ行くことができます。次は浮間船戸お出口は右側です。さあ浮間船戸駅に到着しました。ここが JR 東日本の東京23区内の駅としては最も北にある駅です。ここより北は埼玉県となり、東京フリー切符の対象区間外となるため下車します。お世話になった車両をお見送り。カーブを抜けていく列車の姿はかっこいいですね。さてここでの乗り換え時間は4分。ホーム反対側の列車に乗り換えるだけなので楽勝ですね。列車がやってきました。今度は東京臨海高速鉄道の7万型がやってきました。浮間船戸駅を17時2分に発車する臨海線直通の普通列車新木場行きです。この列車で来た道を少し戻ります。さあ赤羽駅に戻ってきました。ここから伸びる2乗区間を攻略します。乗り換え時間は6分。エスカレーターを上り下りして別のホームに移動するだけなので楽勝でしょう。ここで列車の運行情報を確認。何々宇都宮線で遅れ？あれ？これもしかしてやばいんでない？ 3番線内東駅4分遅れまして走行しております。東駅には16分頃見込んでおります。遅れまして申し訳ございません。宇都宮線案の定遅れてた。4分遅れだって。次の乗り換えができるか一気に怪しくなってきました。しかし赤羽駅から伸びる未乗区間は奥羽駅経由の東北本線しかありません。とりあえず来た列車に乗るしかないでしょう。さあ列車がやってきました。本当に4分遅れで到着。赤羽駅を17時12分に発車予定だった宇都宮線普通列車の伊東行きです。この列車はグリーン車を連結しているのでもちろんグリーン車に乗車。普通車に乗るより間違いなく体力を温存回復できるでしょう。2階席に上がります。あれ、なかなか電車が発車しないなと思ったら、なんと赤羽駅から先でも踏切の安全確認があった模様。やめてくれ、遅れが拡大する。大変お待たせいたしました。赤羽駅の先の踏切の安全の確認が取れたという情報が入っております。まもなく運転再開いたします。ご乗車のままでお待ちください。お急ぎのところ列車遅れまして申し訳ございません。よかった、すぐに運転再開するようです。発車ベルが鳴り扉が閉まります。赤羽駅を発車。定刻より6分遅れとなりました。次の停車駅は奥羽駅です。日が沈み間もなく夜を迎えます。青と赤の空のコントラストが大変美しいですが、それに浸る余裕は全くありません。果たして目的地までに何分遅れを取り戻せるか。さあ進行方向右側、暗いですが列車が止まっているのが見えます。奥羽車両センターです。そして列車は奥羽駅に到着。この駅は JR 宇都宮線および高崎線のみに設置されている駅で、京浜東北線にはこの駅はありません。その奥羽駅に来たことをカメラにしっかり収めます。奥羽駅を出た後もしばらくは奥羽車両センターに止まっている列車の姿を見ることができます。そして車両センターにつながる車庫線が下をアンダーパスしてから合流。ここから上野駅までは宇都宮線だけで複々線となります。しばらくすると列車は日暮里駅を通過。
これで東北本線を全線走破しました。東京フリー切符対象路線23路線中14路線完乗です。ちなみにここで今回の旅の総乗車距離が300キロを突破しました。日暮里駅を通過した後もしばらくこの列車に乗り続けます。列車は上野駅を越えて神田駅付近の高架橋を走行しています。そして列車は目的地に到着。というわけで東京駅で下車。赤羽駅で6分遅れだった列車は4分30秒遅れまで取り戻してくれました。次の列車との乗り換え時間は本来であれば10分、遅れの影響で5分30秒まで縮んでしまいました。一見余裕そうに見えますが、東海道線ホームからはかなり遠い。さあ最後の階段を下ります。列車いました。ワインレッドの帯をまとった銀色の列車。無事に間に合いました。次に乗車するのは JR 京葉線です。東京駅を17時40分に発車する普通列車の蘇我行きです。列車は地下区間を抜けて新木場駅に到着します。ここから東京メトロの路線が伸びていますが、下車はまだしません。 JR 東日本の場合は東京23区内が制覇対象なので、もう少し進みます。新木場駅の次の駅は葛西臨海公園駅です。ここが京葉線内で最後の東京23区内の駅となります。葛西臨海公園駅に無事到着。駅名標をしっかり撮影します。これで JR の京葉線の東京23区内区間を全線クリア。これで東京フリー切符23路線中15路線完乗しました。葛西臨海公園駅に到着したらホーム反対側の列車に乗り換え、来た道を少し戻ります。乗り換え時間はわずか2分しかありませんが、無事に乗り換え成功。葛西臨海公園駅を17時56分に発車する普通列車の東京行きです。葛西臨海公園駅を足早に去ります。さあ新木場駅に戻ってきました。ここから地下鉄線が伸びているので当然下車します。やってきました。東京メトロ有楽町線です。改札を通過します。有楽町線のホームに到着。列車はまだ来ていません。と思ったらすぐに来ました。新木場駅を18時6分に発車する各駅停車の和光市行きです。列車に乗り込み、そして扉が閉まります。新木場駅から乗り続けて32分、目的の駅に到着しました。池袋駅です。改札を通過します。これで東京メトロ有楽町線を全線乗り通しました。東京フリー切符23路線中16路線完乗です。池袋駅に来るのは今日で4回目。4回目の池袋駅乗り換えも乗り換え時間は短めです。夕方で人が多いので走ることができませんが、それでもなるべく急ぎたい。さあ次は JR の改札を通過します。見つけました。1、2番線のホームに上がる階段。ホームに上がるとまだ目的の列車は来ていませんでした。次の列車は18本目に乗車した都営新宿線の急行列車に続き、今回の旅で峠となる列車。乗り換えできるか大変心配でしたが、乗り換えが無事にできそうです。1番線には埼京線の列車が止まっています。この列車は途中の大崎駅で臨海線に直通してしまうので乗車しません。埼京線の列車を見送ってすぐに目的の列車がやってきました。次はこの電車に乗車して山手線の西側を北から南へ一気に攻略します。池袋駅を18時44分に発車する湘南新宿ラインの普通列車逗子行きです。乗るのはもちろんグリーン車。疲労もそれなりに溜まっていますからね。当然のごとく2階席をゲット。高いところから見下ろした方がアングルはいいはず。さあ列車は池袋駅を発車しました。次の停車駅は新宿駅です。途中の駅を華麗に通過。
今回の旅では快速線にあまり乗らないので爽快感がすごい。池袋駅から数分で新宿駅に到着です。街の明かりが一段と多く眩しいです。これだけ街の明かりが多いのは首都東京だけでしょう。 JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございます。この電車は湘南新宿ライン横須賀線直通逗子行きです。グリーン車は4号車と5号車です。グリーン車をご利用の際にはグリーン券が必要です。グリーン券を車内でお買い求めの場合、駅での発売額と異なりますのでご了承ください。列車は無事に渋谷駅に到着しました。東京の三大副都心をこの列車だけで一気に踏破しました。湘南新宿ラインは大変便利です。さて、今到着した渋谷駅ですが、現在大規模な改良工事が行われています。ホームの床面の材質が他の駅と異なるのが容易にわかりますね。渋谷駅の駅名表をしっかり撮影します。そして列車は大崎駅に到着です。ここで東京臨海高速鉄道臨海線が分岐しています。そして山手線を大崎駅から品川駅までほぼ一周制覇しました。残っているのは大崎品川間だけです。大崎駅を出ると少し分かりづらいですが、真ん中の2本の線路が地下に潜っていきます。これが臨海線です。さらに進むと進行方向右手より線路が合流してきます。こちらは3日目の旅でも通った品格線。正式名称は東海道本線の線路です。ここの線路の合流地点のことを蛇久保信号場と呼びます。ここから列車は品格線を走行します。そしてカメラからは少し分かりにくいですが、この線路のほぼ真上に東海道新幹線の線路があります。さあ、目的地に到着。3日目の旅でも下車した西大井駅です。ここが東海道本線のもう一つの南端になります。西大井駅の次の駅は武蔵小杉駅で、神奈川県の駅になるので、東京フリー切符の対象範囲はここまでです。ちなみにこの西大井駅は、この東京フリー切符全線環状の旅のルートを決める際に最も苦労した駅です。この駅に訪れるためには、横須賀線または湘南新宿ラインに乗らないといけません。しかも湘南新宿ラインで西大井駅に来る場合、快速に乗ってしまうと西大井駅を通過してしまいます。湘南新宿ラインは15分に1本列車がやってきますが、そのうち半数が西大井駅通過。つまり西大井駅に停車する湘南新宿ラインの列車は30分に1本しかありません。 JR 相鉄直通線の列車も都合の良い列車がないことから、先ほど乗ってきた池袋18時44分発の湘南新宿ラインの列車は絶対に乗り遅れるわけにはいかない列車でした。正直湘南新宿ラインが20分サイクルダイヤになっている、あるいは JR 相鉄直通線が池袋まで直通していればこんなに苦労することもないんですけどね。計画時には組み込むのに非常に苦労した西大井駅ですが、実際に訪れるときはあっさりとしています。そして乗り換え時間8分で目的の列車がやってきました。西大井駅を19時13分に発車する横須賀線普通列車の津田沼行きです。横須賀線の列車にもグリーン車は連結されています。体を少しでも休めるため当然グリーン車に乗ります。さあ、蛇久保信号場を越えて進行方向左手に大崎駅が見えました。現在列車は大崎駅構内を走行中です。そして進行方向左側から線路が近づいてきました。こちらは山手貨物線です。そして合流。ここの合流地点は目黒川信号場といい、大崎駅構内扱いの信号場です。ここから列車は山手貨物線と品格線の重複区間を走行します。さらに列車は東海道本線と京浜東北線をオーバーパスしました。オーバーパスが完了すると進行方向左側で東海道本線の列車と並走。そしてそのまま列車が品川駅に入線。常磐線の列車が停車しています。列車は無事品川駅に到着。これで東海道本線の横須賀線相当分と山手線の大崎駅から品川駅の間を環状しました。
これで一気に東海道本線と山手線の2路線を全線環状して、東京フリー切符対象路線23路線中18路線制覇です。品川駅から先もこの電車に乗り続けます。品川駅から先は地下区間に突入します。列車は地下区間を走行して東京駅に到着しました。ここから列車は総武本線の快速になります。東京駅からいよいよ総武本線の攻略を開始します。さあ、地上に上がってきました。錦糸町駅に到着です。ここから総武本線の支線が伸びていますが、先に本線を攻略するのでこのまま乗り続けます。総武本線で荒川を横断します。荒川横断はこれで9回目です。さあ、新小岩駅に到着です。快速線はここより先は千葉県に入ってしまうので下車します。乗り換え時間は2分。階段を上り下りするだけですが、油断しないように。駅のホームに上がって振り返ると電車がちょうどやってきました。新小岩駅を19時41分に発車する中央総武各駅停車の津田沼行きです。次の停車駅は小岩駅です。新小岩駅から1駅、小岩駅で下車。ここが総武本線の東京23区内最東端の駅です。列車の扉が閉まります。そして発車。わずか1区間だけですが世話になりました。小岩駅到着からわずか2分後、反対側からの電車がやってきました。小岩駅を19時47分に発車する三鷹行きです。この電車で来た道を戻ります。さあ、錦糸町駅に戻ってきました。ここからこの列車は総武本線の支線を走行します。次の停車駅はお茶の水駅です。そのお茶の水駅に20時6分定刻で到着しました。これで総武本線を支線も含めて全線環状。同時に東京フリー切符対象路線のうち JR 東日本管轄区間を全線環状しました。残る対象路線はあと4路線です。お茶の水駅で階段を上り下り、さっき乗ってきた三鷹行きの電車を反対側のホームから見送ります。お茶の水駅では現在大規模な改良工事が行われています。同時に中央線快速電車の12両編成化に伴うホームの改良工事も実施されています。工事の状況をじっくり観察したいところですが、乗り換え時間が4分しかないのでそれは叶わず、目的の列車がやってきました。お茶の水駅を20時20分に発車する中央総武各駅停車の津田沼行きです。津田沼行きの列車の到着と同時に東京行きの列車も到着。先に発車していきます。秋葉原駅付近では列車はかなり高い高架を走行。ビルの合間を抜けていきます。さあ、下車したのは浅草橋駅です。階段を駆け下ります。 JR の改札を通過。さらに階段を駆け下ります。そしてまた改札を通過。改札を抜けて階段を降りた先にホームがあります。電光掲示板で次の電車を確認。まだ電車は来ていません。浅草橋駅からは都営浅草線に乗車します。浅草橋駅を20時16分に発車する普通列車の印旛日本医大行きです。定刻より少し遅れて到着しました。まもなく都営浅草線の終点押上駅に到着します。押上駅に無事定刻で到着。これで都営浅草線は浅草橋駅から押上駅まで攻略しました。改札を通過。都営京成の改札を抜けて、さらに東京メトロ東武の改札を通過します。さあ、電車に乗り込みました。乗り込んだところからの撮影になっていますが、これは渋谷方面に行くのにまさかの3番線発着で大慌てだったから。常識的に考えれば1、2番線から発車するものと考えますよね。すごい焦りました。しかし無事に列車に乗車。押上駅を20時26分に発車する半蔵門線各駅停車の中央林間行きです。
列車は表参道駅に到着です。この駅は銀座線の上下線を挟むような形で半蔵門線の線路が敷設されており、階段を使わずに相互を乗り換えることができる便利な駅です。そして半蔵門線の起点である渋谷駅に到着です。これで東京メトロ半蔵門線を全線完乗。東京フリー切符対象路線23路線中20路線クリアです。こちらが改札を出た直後の渋谷駅の様子です。ここらの施設はおそらく東急電鉄が管理しているものと思われます。休日の夜21時ともなると人はかなり少ないですね。次に乗る路線はこちら。もう色でどの路線の駅舎なのか一目瞭然。めちゃくちゃわかりやすくて助かりますね。さあ、改札を通過します。次に乗る路線は銀座線です。東洋で最初に開業した地下鉄路線であるにもかかわらず、この旅で最後に攻略する東京メトロの路線となりました。エスカレーターを上がるとすでに列車が止まっていました。すぐに発車するようなので乗り込みます。渋谷駅を21時ちょうどに発車する浅草行きです。表参道駅に戻ってきました。ホーム反対側の発着線は半蔵門線の発着線です。さらば半蔵門線、ずっと地下だから撮影するところがないよ。次は浅草終点です。出口は右側です。さあ、終点の浅草駅に到着です。これで東京メトロ銀座線を全線完乗。そして東京メトロの路線を全線完乗しました。東京フリー切符対象路線全線完乗まではあと2路線です。さあ、またしても迷っております。都営浅草線、もう都営浅草線は分かりにくいよ。ちょっと急ぎます。これだな、これだ、これに乗ってきます。この旅で案内の分かりにくさナンバーワンの駅、浅草駅を駆け回り、そして無事に浅草線の発着線を発見。浅草駅を21時41分に発車する西馬込行きです。先頭車両まで移動してくると車内はご覧の通りガラガラ。車番を確認すると3155の8。おい、この車両出来たてほやほやの最新車両じゃないか。道理で空気が綺麗なわけだ。そして前面展望もご覧の通りクリアに見える。最高かこの列車は。列車はほどなくして泉岳寺駅に到着です。この駅から京急本線が分岐しています。大半の列車がここ泉岳寺駅から京急本線に直通しますが、この列車はこのまま都営浅草線を走行します。さあ、終点の西馬込駅に到着です。列車はシーサスクロッシングで線路を転線し、2番線に到着します。西馬込駅に無事到着。乗り換え時間に余裕があるので列車の前面を撮影します。さあ、西馬込駅到着をもって都営浅草線を全線完乗しました。東京フリー切符対象路線23路線中22路線をクリアです。西馬込駅に到着したら反対側の1番線に停車している電車に乗車します。西馬込駅を22時19分に発車する普通列車の泉岳寺駅です。またしても最近製造された最新列車。この電車で最後の攻略路線を目指します。さあ、目的地に到着しました。下車したのは五反田駅です。時間に余裕があるので列車のお見送り。近く感でもかっこいいですね。五反田駅に到着したといえば、次に乗る路線は当然 JR 山手線です。目の前で埼京線の列車が通過していきました。そして目的の電車がやってきました。五反田駅を22時30分に発車する外回り電車です。目的地に無事到着。代々木駅です。ここでも列車のお見送り。列車の本数が減ってきたことで乗り換え時間にも余裕が出てきています。地下ホームにやってきました。もうすでに分かっているかと思いますが、最後に攻略する路線は都営大江戸線です。
代々木駅から攻略します。列車がやってきました。まずは代々木駅を22時53分に発車する光が丘行きに乗車します。都庁前駅に到着しました。ここで下車します。都営大江戸線は路線の形が6の字型となっている大変珍しい路線です。その6の字型の接続点がここ都庁前駅となります。ここ都庁前駅を起点とし、都市部を一周した後、都心郊外を通って終点の光が丘に向かいます。都庁前駅から都心を一周するには、2番線から発車する飯田橋方面行きに乗る必要があります。さあ、電車がやってきました。都庁前駅を23時3分に発車する光が丘行きです。ここがこの列車の始発駅となるので、発車時刻よりもかなり早く到着しました。はい、ということで大江戸線一周して光が丘に行く列車、最終列車を待たずして、乗り込むことができました。いやー、どうですかね、動画の方。なんか正直もしかしたら淡々と列車を乗っていくだけのような動画になっているかもしれませんが、いやはやこれで大江戸線を一周だいたい80分ぐらいですかね、耐久すればおしまいです。最後なんでね、頑張っていきましょう。というわけで、だいぶ疲れが溜まっているのがわかるかと思います。そして扉が閉まりました。これで最後の路線、都営大江戸線の攻略スタートとなります。乗車時間は84分。全線近く間なので、外の景色は全くありません。最後の最後、今までとは別の意味で地獄ですね。頑張って途中寝ることなく、途中駅の様子を映してカウントダウンしていきたいと思います。都庁前駅を出て最初の主要駅は飯田橋駅です。飯田橋駅に無事到着。東京メトロ東西線、有楽町線、南北線、そして JR 中央線に乗り換え可能です。今日で全路線攻略しました。そして何を思ったのか、両国駅の到着シーンを撮影。一応総武本線と乗り換え可能な駅ですが、何を思ってこの駅を撮影したのか全く覚えてない。次は勝どき駅です。この駅は駅構内の混雑緩和のため、ホームの増設工事が行われました。お次は大門駅。関東大手私鉄全線走破の1日目の旅では、ここから都営大江戸線に乗り込みました。懐かしい。ちなみにここで都営浅草線と乗り換え可能。さらに浜松町駅が徒歩圏内にあるので、山手線や京浜東北線、そして東京モノレールにも乗り換えできます。さあ、代々木駅に戻ってきました。ここから都庁前駅まではすでに攻略済みです。そして都庁前駅に到着です。これでこの列車での都心一周が完了。ここからは郊外へ抜けていきます。練馬駅に到着しました。関東大手私鉄全線走破の旅としては5度目の訪問となります。ここで西武線に乗り換え可能です。終点の光が丘駅まではあと少しです。テンション高くカウントダウンをしたいところですが、疲れていてそんな余裕はなく、終点の光が丘駅0時27分、定刻で無事に到着です。終わりました。ついに終わってしまいました。都営大江戸線の全線完乗。そして東京フリー切符対象路線23路線を全線走破しました。お世話になった車両のご尊顔を撮影。そして車庫へ引き上げていく列車のお見送りをします。ありがとう。本当にありがとう。というわけで、
改めて光が丘の駅名標を撮影します。撮影が終わったら改札を抜けましょさあ、改札の外に出ました。まだ終電は残ってます。あと2本残ってます。なんで、シャッターが下がるとかそんなことは全くないです。とりあえず宿に行かなきゃいけないので、光が丘駅の近くに宿がないのでタクシーでね、成増に行かなきゃいけないので、なんでとりあえずちょっとタクシーを取りに行きたいと思います。いやー、終わったわ。長かったなう。というわけでタクシーに乗車。成増まで移動して宿に泊まります。さて、成増まで移動している間に今回の旅の総括でも。今回の旅は午前0時0分からチャレンジを開始し、前日営業日分の列車も利用して全線環状した非常に過酷な旅でした。それもこれも全ては昨今のダイヤ改正で行われている終電の繰り上げが原因です。終電が今より遅かったらもう少し自由度高く、そして余裕のある旅になっていたでしょう。何はともあれ東京フリー切符1枚分で全線環状の旅、無事チャレンジ成功です。そして4日間の関東大手私鉄、準大手私鉄全線環状の旅もこれで終了です。お世話になった各鉄道会社、各車両、そして何より全ての従業員の皆様、本当にありがとうございました。というわけで関東大手私鉄、準大手私鉄全線環状の旅はいかがだったでしょうか。少しでも楽しんでいただければ幸いです。この旅が良かった、動画が良かったと思ったらチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。励みになります。ではご視聴ありがとうございました。次回の旅もお楽しみに。バイバーイ。